コン4入門の題材編第4回は文字の形を変えようその4というテーマでお送りします。前回から目指していることです。ゲームでは点数などの文字が表示されます。この文字のデザインをオリジナルのデザインに変えられるようになることを目指します。では今回の内容です。今回は前回のフォントエディターの作成の続きです。一度プチコンを終了していた場合は、前回保存したプログラムをロード命令などで呼び出してください。では前回の続きです。まず前回追加したサブルーチン呼び出しの後の22行目にサブルーチンドローパレットの呼び出しを1行挿入します。行番号は動画の番号と合わせておくと後で見比べやすくなります。プログラムの末尾83行目から追加入力です。間違えないようにゆっくり動画を止めて入力してください。ではこの入力した部分の解説です。編集画面でドットを打つときに白いドットを打つのか、透明なドットを打って消すのかなど、打つドットを選ぶパレットを書くサブルーチンです。タッチパネルでタッチしたり、マウスカーソルを持っていってクリックすることで、編集面に打つドットを選びます。選んでいる色には印をつけて、選んでいる色をわかるようにしておきます。パレットは背景と同じくグラフィックスクリーン0に描画します。最初に作った配列変数 COL に色を保存していましたが、その色の情報を使ってパレットを描画します。85行目ではパレット1色あたりに使用できる横幅を計算しています。スクリーン幅 SW から変数領域の幅サイズ ×EW を引いたものが右側の余白の幅になります。これを配列変数 COL の要素数、いわゆるパレットの色の数で割ると1色あたりに使える幅が決まります。プログラム内では Y 座標のところに200とか239といった具体的な数字が入ってしまっています。本来であればスクリーンの高さである変数 SH を使って表現すべきだと思います。ここはちょっと手を抜かしてもらっています。最後に現在選択中の表示をします。今回は色を黒と白と白の透明度を変えたものだけを用意しますので、赤や青などの色はつきません。よってパレットでは赤い四角形を書くことでその色を選んでいることを表現します。変数 CL に選んでいる色が左から何番目なのかが入っています。一番左は0です。入力したらひとまず実行しましょう。背景とマス目 A の拡大表示のほか、画面右下にパレットが表示されます。白い色のところに選択中の赤枠の四角形が表示されています。もしエラーが出た場合は入力間違いがないかよく見比べましょう。ここまで2回の動画にわたって作成してきたフォントエディターですが、とりあえず最後の入力です。メインルーチンを実装します。22行目の動作部分の後から直後のエンドの間にこのプログラムを挿入していきます。また少し長いですが、画面を止めてゆっくり入力してください。
では、先ほどの入力部分の解説をします。25行目から33行目は、タッチパネルやマウスでの入力を処理する部分です。まず、26行目でタッチパネルの入力状態をタッチアウト命令で取得します。X と Y はタッチしている座標です。t という変数はタッチしている時間が取得できます。逆に考えると、この t が0である場合はタッチされていないということを検知できます。そこで27行目で t が0より大きい、すなわちタッチされている場合は変数 i を1に設定します。この変数 i は、ここでは例えばマウスのボタンが押されたとか、アクションが実施されていることを示します。タッチパネルがタッチされたということは、そこに何らかのアクションがあったということですから、変数 i に1を設定しているわけです。31行目からは t が0以下、すなわちタッチされていない場合です。この時には、マウスの入力を取得します。マウスアウト命令で、マウスカーソルの現在の位置を変数 xy に取得し、変数 i にはマウスの左ボタンの状況を m ボタン関数で取得します。関数 m ボタンで引数に0を与えると、マウスの左ボタンの状況を取得します。押されていたら1、押されていなかったら0が設定されます。この25行目から33行目を終えた時点で、マウスであろうとタッチパネルであろうと、指定座標が変数 xy に、アクションがあるかどうかが変数 i に格納されています。座標とアクションの有無が決まったところで、まず座標の基本的な計算をします。34行目では、指定座標にマウスカーソルであるペンのスプライトを移動しています。35行目では、指定座標をもとに編集画面の拡大画面でドットの座標を計算しています。拡大画面の枠を1ドットとして、左上を0、0としたとき、指定している枠の1の座標を計算しています。36行目では、編集しようとする文字を変更しようと、サンプル文字一覧部分が指定されたと想定して、そのサンプル文字が横に何文字目か、縦に何行目かを計算しています。横に何文字目かを cx、縦に何文字目かを cy に算出しています。37行目で i が0ではないとき、すなわちタッチパネルがタッチされたか、マウスの左ボタンが押されたときの処理が始まります。38行目では、さらに編集画面内がタッチされたということを、先ほど計算した EX、EY が範囲内の値かどうかをチェックすることで判定しています。範囲内であれば、編集画面の中でクリック、もしくはタッチされたということですので、点を打ちます。41行目から42行目で、フォントのグラフィックページである5ページの対応する座標に gpset 命令で点を打っています。43行目から44行目で、編集面のスプライトのデータ取得先であるグラフィックページ1の対応する座標に gfill 命令で拡大したドットにあたる箱を書いています。次は、サンプル文字列部分をクリック、もしくはタッチした時の文字切り替えの部分です。これも先ほどと同様、変数 cx、cy が範囲内に入っているかどうかをチェックすることで確認しています。もし範囲内に入っていたら、新しい文字コードを変数コードに算出した後、サブルーチン prepare edit を呼び出すだけです。サブルーチンの中で該当文字の情報を編集画面に取り込みます。アクションがあった時の最後は、パレットの色を変える部分です。ここもパレットの座標かどうかを判断して、パレットであることを判断しています。変数 i に一旦新しいパレットの番号を算出します。これが現在のパレットの番号である変数 cl と異なるときだけパレットの変更の処理をします。これは同じ色を選択したときにパレットを再描写するため、パレットがちらつく処理を抑止するためです。もしパレットの番号が変化していた場合は、変数 cl を新しいパレットの番号に変えて、
パレット描画のサブルーチン、ドローパレットを呼び出すだけです。では、実行して確認してみましょう。これでフォントのエディターが完成しました。パレット部分で点を打つ色を変えます。黒、白、透明の他に透明度が違う白が3色あります。これは特に16ドットのフォントの時にアンチエイリアスといってドットのギザギザを薄めるために使えるように用意しました。サンプル文字を選んで編集する文字を選ぶことができます。左側の拡大画面にドットを打ったり透明ドットを打って消したりすると即座にサンプル文字に反映されます。このプログラムは終了する方法を用意していません。よって終了するためには右ジョイコンのプラスボタンや USB キーボードの F5 キーを押して強制終了します。作ったプログラムはセーブ命令で保存しておいてください。フォントを作るときに活用することができます。フォントのデータの保存の方法について説明します。フォントの保存はグラフィックのデータの保存で使う SaveG というコマンドを使って保存します。8ドットフォントの場合は SaveG のパラメータとして以下を指定します。グラフィックページは5ページ目ですので5を指定します。保存する領域の左上の座標は0、0を指定します。保存する領域の幅ですけど、8ドットのフォントが横に64文字分並んでいますので、8×64 としておきます。保存する領域の高さは、8ドットのフォントを2段、128文字分保存をすれば、英文字、大文字、小文字、数字、基本的な記号は保存することができます。ひらがなや漢字を編集する場合は、この段数が多くなっていきます。どこに何が保存されているかは画伯などで確認されてください。16ドットのフォントの場合は、ページ数などは8ドットのフォントと同じですが、保存する領域の左上の座標が Y 座標が1024になる点だけが異なります。また、フォントの大きさも16ドットになりますので、幅と高さを計算するときは 8×64、8×2 ではなく 16×64、16×2 となります。フォントのデータを呼び出す場合も、loadg というグラフィックのデータをファイルから読み出す命令を使います。8ドットフォントの場合は、グラフィックページ5と呼び出す領域の左上の座標0、0を指定します。読み込む大きさはファイルの内容で自動判断されるため、ここで指定する必要はありません。16ドットのフォントの場合は、呼び出す領域の左上の座標が Y 座標が1024になることだけを注意してください。これらの呼び出す命令をプログラムで ACLS 命令を行った後などに書いておくと、そのプログラムでオリジナルのフォントをプリント文で表示することができるようになります。ではここから最後の実験です。実際に作ったフォントを保存したり呼び出したりしてみます。また作ったフォントでプリント文を使ってみることにしましょう。それではフォントデータの保存と呼び出しをやっていきます。今回このように私フォント作りましたけども、このフォントは実は、既存のフォントの縦棒を太くするという方法で作ってみました。例えば、この AND の記号、AND の記号ちょっと難しいですね。AND の記号であれば、既存のところを太くして、で、重なるところは、ドットをずらして、ね。っていう風な感じでフォントを作ってみました。
こうすることで比較的簡単にこういう風なゲームっぽいフォントを作ることができますので、ぜひ試してみてください。で、今回はこの状態で文字を保存します。で、プログラムを一旦終了します。で、ここで SaveG のコマンドを打つんですけども、今、グラフィックの背景がちょっと邪魔ですので、消します。で、ここで誤って ACLS って打っちゃうと、作ってるフォントが全部消えちゃいますので、どうするかというと、この編集している画面、今、ANDがでっかく表示されている画面ですね。これはスプライトですので、spclr という命令で、スプライトを消します。そうすると、スプライトの面だけ消えてくれますので、背景とサンプル文字だけが残ります。では、これでフォントをセーブします。セーブ G で、適当な名前ですね。で、ページが5。で、これは8ドットのフォントですから、開始位置が左上が00ですね。で、保存する幅が8ドットのフォントが横に64文字並んでますから 8×64 ドット。で、縦が、2列保存すれば128文字保存できますので 8×2 ということになります。で、今回8ドットのフォントを保存しますけども、16ドットのフォントを保存する場合は、開始位置が Y 座標が1024、X 座標は0ですね。で、フォントの大きさがこれ 8×64、8×2 ってしてますけども、これが 16×64、16×2 というふうに変わります。はい、これで保存ができました。では、保存ができているかどうかを確実に確認します。どうするかというと、loadg のコマンドで、これ、グラフィックページの5に呼び出せば、いいんですけども、もしフォントが、間違った状態で保存されていた場合は、上書きされてしまいますので、それを避けるために、別のページに呼び出します。今回は2ページ目ですね、に呼び出してみます。呼び出しました。では、画伯で確認します。で、ここでついでに、プログラムの状態、グラフィックの状態を確認してみます。グラフィックページの0には、このように先ほど表示されている背景ですね、グラフィックページの内容が表示されています。では次にグラフィックページの1番を見てみると、先ほどの編集用のスプライト、ちょっと格子が出ているのでグリッドを消します。編集用のスプライトですね。と、下の方には格子のスプライトがあります。この G1 のここのスプライトですね。グラフィックページ1番のここのスプライトをそれぞれ重ねてスプライト面に表示をしていたということになります。で、話を元に戻しますと、グラフィックページの2番に先ほどの保存したフォントを呼び出してみたものが入っているはずですので、開いてみます。ありました。ここですね。横に64文字で縦に2行分ですね。これで、数字、A 文字の大文字、A 文字の小文字と基本的な記号類ですね。これが全部含まれていますので、この部分を保存しておけば、A 大文字、小文字、数字、記号は保存ができるようになります。でもちろんひらがな、カタカナ、漢字などを書き換えた場合は、そこまで保存をしておかないといけないということになります。では確認ができましたので、スマイルツールを画伯を閉じます。では今度はマサラの状態からフォントを実際に呼び出しています。ACLS で一旦消します。で、この状態でフォントが消えているか確認します。F5 キーでフォントエディターを実行します。
フォントが元に戻っていました。では、プログラムを終了して、再度 ACLS でクリアします。では、フォントを呼び出してみます。フォントの呼び出しは LoadG で、フォント名。で、呼び出すページは、フォントなので5ページ目。呼び出す領域の左上は、8ドットフォントなので00。16ドットフォントの場合は Y 座標が1024になります。これで呼び出します。呼び出しが完了しました。ただ画面上のコンソールに出ている今のフォントは、16ドットのフォントですので、画面上のコンソールのページ、テキストページ4番を、フォント8ドットのフォントに変更します。T スクリーンですね。で、コンソールの4番を、8ドットのフォントを8ドットで表示する設定に変えます。早速、先ほど作った文字が表示されました。この状態にしておいて、プリント文で、などとすると、自分のフォントでプログラム内でプリント文で表示できるということになります。プログラムの先頭で LoadG で先ほど呼び込んだこれですね。このプログラムを書いておくと呼び出しができることになります。で、これは余談ですけども、我々が使っているエディットモードですね。ここですね。このエディットモードも、キーボード、USB キーボードの F2 キー、ファンクションキーの2ですね。F2 キーで、フォントを切り替えることができます。もちろんここで見えるフォントもオリジナルのフォントに置き換わります。このフォントエディタは必要最低限の機能しかありませんでした。今後、フォントエディタを充実させてみてはいかがでしょうか。例えば、きちんとした終了の仕組みを作るであるとか、今はコマンドで保存、呼び出しをしていたものを、保存や呼び出しの仕組みをプログラムの中に埋め込んでみるのもいいでしょう。また、フォントに関しての疑問として、複数のデザインのフォントを一つのゲームで使うこと。これは、プチコンのフォントの仕様としてはできませんので、ユーザー定義文字を使ってユーザー定義文字の部分に文字を定義しておくという方法が考えられます。これでオリジナルのフォントに挑戦する今回の題材は終わりです。プチコン4のフォントについて理解ができましたでしょうか？ご質問や解説してほしい項目の要望などがございましたらコメント欄にお寄せください。なるだけニーズのある内容に寄せていきたいので、ぜひよろしくお願いします。また、動画の内容が良ければ、高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。では、次の素材を楽しみにお待ちください。ここまでご覧いただきありがとうございました。